皆さん、こんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味はわかるのになぜそうなるのか理解できないと迷ったことはありませんか？この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に紐解いていきます。今日はステレオタイプというキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。今日からしばらくこの2冊、Z 世代に関するこの2冊の本から面白いトピックを扱っていきたいと思います。最近出た本で、こっちは去年、こっちは2024年、一昨年に出たばっかりの本ですね。両方とも新しいです。皆さんの国では Z 世代という言葉はどれぐらい使われていますか？日本では最近この世代に関する本が続々と出版されてきています。それだけ社会にとって重要なテーマなんですよね。でもこの Z 世代という言葉は流行を作る存在としてポジティブに使われることもあれば、ビジネスの場面では何を考えているのかわからない存在ということで、少しね、ネガティブに使われることもありますね。今日は世代で人を分けることについて、ステレオタイプという言葉から私自身の経験も交えてお話をします。ステレオタイプは心理学用語ですね。簡単に言うと、多くの人に浸透している先入観や型にはまったイメージのことです。Z 世代は〇〇だという思い込みがステレオタイプですね。日本でよく言われる Z 世代像は、この本を見る限りだと、努力をあまり信じていないとか、コストパフォーマンスやタイムパフォーマンスを重視するとか、組織より個人を大切にするみたいな特徴が挙げられていました。皆さんの国も一緒ですかね？私はこういう特徴を聞くたびに、それは本当に世代の特徴なのかなって思います。例えば、私はゆとり世代なんですよね。昔はよくゆとり世代はおとなしいとか、もうそれを通り越してゆとり世代はバカだみたいな偏見もありました。教科書がね、すごく薄くなった世代なんですよね。だからそう言われています。でも、それって私たちのせいじゃないですよね。それを言われ続けると、ちょっと、辛いところがありますよね。一方で、私はこのゆとりがあったから研究者になったんじゃないかなとも思ってるんですよね。答えのない問題を自分たちで考えるっていう、ゆとりっていうのは余裕のことなんだけど、それが今の私を作ったかなとも思います。ゆとり世代も悪くないっていうことですよね。世の中には以前紹介した老害っていうスラングとか Z 世代っていったいろんなラベルがありますよね。人を世代で分けて考えるのは確かにすごく楽ですよね。この世代だからこう考えるんだろうみたいに決めてしまうと、相手についてそれ以上考えなくて済みますよね。でも私はこのステレオタイプは人を理解するための道具っていうよりも、考えることをやめる装置になることの方が多いと思っています。本当は相手の話を聞いたり、時間をかけて関係を作ったりしないと、その人のことはわからないはずですよね。でも、ラベルを貼ると分かったつもりに慣れてしまいますよね。ゆとり世代はバカだって私たちの世代は言われ続けてきてると思うんですけど、個人ではなくて世代っていうラベルだけを見られてる気がして、結構ね、周りは怒ってましたね。世代という言葉そのものが悪いわけではないんですよね。ただ、それが、理解の代わりみたいになってしまうと、ちょっと注意が必要だなっていうふうに思っています。皆さんは最近誰かのことをあの人は〇〇だからと決めつけてしまった瞬間はありませんでしたか？
かれているとしてしまうことが多いんですよね。今日は Z 世代という言葉をきっかけに世代というラベルで人を判断することについて考えてみました。皆さんの世代はラベルを貼られて得をした世代ですか？それとも嫌な思いをしたことがありますか？そのラベルは今も影響していますか？ぜひコメントで皆さんの経験を教えてください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。